どうも、ワンピースのタトを解く仮面 YouTuber、ゆえてなんぼのゆでろんです。ありがとうございます。いいね。チャンネル登録してね。今回は週刊少年ジャンプ2022年23号ワンピース最新話1048話20年を考察していきます。一緒に考えていきましょう。よろしくお願いします。1048話のスタートは、鬼ヶ島上空、天から出ている巨大なルフィのげんこつを見つめる2匹の竜。鬼ヶ島を移動させる決意を固めた桃之助ですが、ホムラグモは出せないので鬼ヶ島に体当たりしました。これは1047話で考えた語呂合わせ、人をしなに続く1048話の語呂合わせ、一つ目、人押しやでしょうか。やはり2週間前考えたように桃之助は体当たりをしましたが、この1048話ではまだ鬼ヶ島は移動していません。前回考えたように桃之助はスナッチと叫んでホムラグモを出すのでしょうか。体当たり程度じゃ鬼ヶ島は動かないでしょうから、窮地に陥った桃之助が大量のホムラグモを出すのか、あるいはズニーシャが助けに来るのでしょうか。ここでカイドウは20年前に焼かれて死んだワノ国の英雄光月おでんの死を語り、口から炎を出して全身に炎をまとう技、火炎太鼓を発動しました。カイドウ本体の周りに巨大なもう一体の炎の竜を作ってまといました。これが1048話の話数の語呂合わせ、2つ目、火の使用でしょう。8は8日のようです。火の使用となったカイドウの火炎太鼓とは、1ヶ月前ツイッターでのみ考えた戸田先生が好きな落語、火炎太鼓がモチーフでしょう。この火炎太鼓には2つあり、それぞれ2匹の竜と2匹の鳳凰が描かれています。そしてカイドウの火炎太鼓は、キングが見せた最後の大技、狩人にそっくりです。キングはカイドウに憧れて狩人を編み出したのでしょうか。そして太鼓といえば、ルフィも解放のドラムを持ち、さらに魚人島フォーディも海太鼓という技を使っていました。そしてフォーディもカイドウのようにルフィに胸を掴まれていましたから、魚人島先取り説が成立しています。炎をまとったカイドウの胸を掴んでいたルフィは、炎で手が焼かれ掴んでいた手を離します。レッドホークやレッドロックなどルフィは炎の技を使いますが、炎に弱いのか炎に強いのか、相変わらずこの辺りは謎です。そしてカイドウが出した灼熱の炎の余波で、なんと鬼ヶ島ドクロドームの先端の角が溶けてしまいました。これが1048話の話数の語呂合わせ、3つ目、火の余波でしょう。2週間前、ドクロドームはルフィの覇気で破壊すると考えましたが、カイドウが自らドクロの角の先端を溶かしましたので、こちらの考えは外れかもしれません。ただし、まだルフィのげんこつは鬼ヶ島には到達していません。また、ここまで僕はカイドウを倒す技はサンジとの表裏一体から炎プラス雷技だと考えてきましたが、先に炎を出したのは逆にカイドウの方でした。ルフィはもう炎を出さないのでしょうか。ここでルフィは溶けてたまるかとゴムゴムのキングコングガンを強化した覇気をまとった巨大技、ゴムゴムのバジュラングガンを放ちます。このバジュラングガンは今日頃から教わった竜王をまとっていますから、灼熱の飛竜カイドウに触れずにカイドウを殴れると言います。触れてね。そしてここでルフィの新技バジュラングガンを考えましょう。バジュラングとはインドで屈強なものという意味で、インドの猿神ハヌマーンの別名でもあります。ハヌマーンはルフィがニカだと判明する前の悪魔の実の予想で数多くコメント欄で寄せられていました。ハヌマーンの神話は確かにルフィがニカに覚醒する流れと合致しています。例えばハヌマーンは体の大きさを自在に変えられる神で、ハヌマーンは果物と間違えて太陽を持ってこようとして天へ昇ったために雷神インドラに殺されたと言います。これは1042話でルフィのオーバーコングガンとカイドウの往来八家が激突しそうなところで CP0 に邪魔されて殺されたルフィとイメージが合致するでしょう。そして雷神インドラに殺されたハヌマーンですが、その後ハヌマーンの父親風神バーユが怒り狂ったおかげで、ハヌマーンは以前よりも力を増して復活したと言います。これも1043話で復活したルフィのイメージと合致します。つまりハヌマーンは風神バーユの子供ですから、風神ハヌマーンがルフィで雷神インドラがカイドウ。インドから日本に伝わった風神バーユやその子供ハヌマーンは日本では風神になり、雷神インドラは雷神になりました。つまり風神 VS 雷神のイメージで描かれているのでしょうか。いや、以前も言いましたが、ワンピースにおけるキャラクターデザインは一つの神話のみで構成されてはいません。複数要素が掛け合わされているので、そんな単純な構図ではなさそうです。ルフィは風神の子、ハヌマーンでもあり、雷を手に持っていましたから、雷神のイメージもあるでしょう。さらにもちろん太陽の神、ニカでもあります。つまり、ルフィもカイドウもどちらも風神であり雷神。
さらにルフィはレッドロックを使い、カイドウは火炎太鼓を使う、どちらも炎をまとう明王なのです。故にルフィとカイドウを表す、その描写とポーズの正解は、どっちも風神であり、雷神、そして炎の神、明王でもある。それはつまり1年前、1012話の動画で考えたように、ルフィとカイドウは、統一で同一。統一で同一。統一とは麻雀で同じ牌が重なることで、炎、雷、風、同じ性質の技を使う2人は同一です。しかし、それだけではありません。明王ルフィと明王カイドウの統一で同一理論は、1年前このように考えました。こちらです。ルフィとカイドウは統一であり同一です。例えばルフィの能力はゴムゴムであり、覇王色をまとう竜王を使い、桜のイメージがあり、さらに鯉のぼりを飾る5月5日、子供の日生まれです。一方カイドウは、前回も考えましたが、桜に似た中国の花、カイドウが由来でしょう。そしてカイドウの笑い方は、オロロロロロロ。なので、ゴロ、56です。5は中国語でウーです。さらにカイドウの誕生日は5月1日。つまり、恋。恋であり、恋が滝を登ると竜になり、竜王 VS 竜王が成立していて、それは統一。そして同一です。このように、ルフィとカイドウは、竜王と竜王で繋がり、さらに鯉のぼりでも繋がっています。となると、ワンピースの世界に伝わっていることわざ、恋はハリケーンとは、恋はハリケーン。2匹の恋がハリケーン、嵐を生み出す。次の1049話は、例によって49話と繋がるでしょう。49話のタイトルは、嵐。D は必ず嵐を呼ぶ。1ヶ月前、こちらの1045話の動画では、次のポイントは1049話であると読み解きましたが、いよいよ次号1049話で、ルフィとカイドウはかなりの確率で激突するでしょう。その激突は嵐を呼びそうです。そして嵐の後は必ず晴れて太陽が現れますから、それが太陽の神ということでしょうか。本編の考察に戻りましょう。ルフィのバジュラングガンを迎え撃つカイドウは、昇竜火炎八卦という技で天に向かって口を開けて攻撃します。これが1048話の話数の語呂合わせ4つ目。天正。天正でしょう。ルフィの拳にガブッと噛みつく口を開けたカイドウはまさに邪魔口です。邪魔口とはこの1048話と繋がるであろう148話でルフィが言っていたワポルのニックネームです。そしてこのカイドウの技、昇竜から僕はストリートファイターの竜の技を感じました。昇竜火炎八卦は灼熱昇竜拳。竜巻開封は真空竜巻旋風脚。雷鳴八卦は電人波動拳。とにかくそんなカイドウルフィは奈落へ落とすと言います。場面は変わって水浸しの鬼ヶ島城内、意識がない金右衛門とお菊を奈落へ落としてしまうウソップ。そして川松は20年前のおでんの死後を思い出します。生きて仇討ちをするために必死で走る赤鞘たち。そして桃之助を殺すために追撃をするカイドウとオロチ。次々と倒される侍たち。おでん城は全勝。これが1048話の話数の語呂合わせ5つ目。全勝。全勝でしょう。そしてオロチとカイドウは和の国の大名たちに服従するか戦うか問いかけます。その大名とは大和を救った下月牛丸を含む3人と下月安家。もちろんその結果は敗北。支配された和の国は20年間オロチとカイドウの奴隷。これが1048話の話数の語呂合わせ6つ目。人を支配。人を支配でしょう。支配された和の国はまさに地獄。ご飯はおろか透明な水さえも飲めない。これが1048話の話数の語呂合わせ7つ目。やや強引ですが、ひもじーや。ひもじーやでしょうか。ひもじーとは空腹のことです。そして1048話の空腹のシーンは48話のゼフとサンジの空腹の話とつながります。48話でゼフは、てめえらは一度でも死ぬほどの空腹を味わったことがあるのかと言い、さらにクリークと戦うことを決意したコックたちはカイドウと戦うことを決意した侍たちとリンクしています。そしてさらにもう一つ、支配された和の国にマッチする語呂合わせがあります。1048話の話数の語呂合わせ8つ目は、人の世は。人の世はでしょう。人の世はとは、夏目漱石の名作小説、草枕の冒頭の書き出し、意地を通せば窮屈だ。とかくに人の世は住みにくい。を想起させる語呂合わせです。意地を通せば窮屈だとは、ルフィとおでんのセリフと同じです。何よりこの草枕は、小田先生が敬愛するジブリの宮崎駿監督が何度も繰り返し読んできたという本で、小田先生も愛読している可能性は高いです。
なぜなら草枕の主人公は世の中に生きづらさを感じて物思いにふけりながら旅をする芸術家、画家だからです。小田先生は油絵が趣味だった父親の影響で幼い頃から絵を描いて漫画家を目指したと言います。そして夏目漱石は草枕を通して生きづらい世の中を変えられるのは芸術、つまり画家や小説家といったエンターテインメントだと言います。この1048話で描かれた地獄の輪の国はまさに生きづらい人の世であり、それを救うのが絵や芸術のように空想のままに戦う人々の実、幻獣種、ニカルフィーでしょう。場面は再び現代へ戻って火前棒の火の余波で燃えるオロチ、光月日和を道連れにしようと襲いかかりますが、そこへ助立ちに現れたのは伝は伝でも伝次郎。オロチに残った残り1本の首をザンと切って日和を助けました。こちらは2週間前、皆さんとおそらく同じように予想できるシンプルな展開でした。これが1048話の話数の語呂合わせ8つ目、従者。従者でしょう。従者とは付き従うものです。2週間前、この従者の語呂合わせは伝次郎ではなくズニーシャの助立ちを予想しましたが、こちらは読み違いました。従者は伝次郎でした。切られたオロチの首はもう何回も見ましたが、さすがに今回がオロチの最後でしょうか。空に舞い上がった空船にはオロチがいなくなりますようにという願いが書かれています。しかし、1年前のこちらの動画では残の伏線というものを考えました。残の伏線とは、残と切られたドフラミンゴやパウンド、光月日和や黒住オロチ、この4人が生きていたことから、残と切られたロジャーも死刑台では死なずに少しだけ生きていたのではないかという考察をしました。つまり、残イコール残。残と首を切られても死なずに生きて残っている。オロチは985話と1009話で首を切られていますが、1009話奈落で全ての首を切られたにもかかわらず生きていました。このことからオロチは首を切られても死なない可能性があります。つまり金右衛門のように胴体だけが動く。オロチを最後に倒すのは伝次郎よりも光月家である日和か桃之助がふさわしいと考えますし、それにまだおでんの愛刀雨の幅切りも登場していませんから、まだしつこく胴体だけのオロチが生きている可能性はあります。本編に戻りましょう。ルフィのバジュラングガンとカイドウの火炎八家が鬼ヶ島上空で激しく衝突します。これはドフラミンゴ戦の最後のシーンにそっくりでしょう。このバジュラングガンと火炎八家が最後の戦いなのでしょうか。あともう一回別の展開がありそうに思えます。もしも別の展開があるなら、ここで本当に最後の最終予想をしましょう。ここまで僕は色々と考えてきましたが、どうせ予想を外すなら、やはり1年前から考えている不動明王にこだわりましょう。カイドウが5大明王のうち4人の明王の技を出したなら、最後の不動明王はカイドウではなく統一であり同一のルフィこそがやはり不動明王の可能性。ルフィが太陽の神なら最後はやはり炎を使うと考えます。炎 VS 炎。それはカイドウの象徴竜の像を炎で殴って溶かしたエースともつながる。その炎こそが不動明王の炎。不動明王の炎とはカルラ炎と呼ばれる火の鳥カルラです。カルラとは中国では別名錦糸町、インド神話ではガルーダです。つまり火の鳥不動明王の炎、火の鳥カルラは神話では唯一竜を食える。そしてカルラは音楽を愛している神であり、さらにカルラは金右衛門が配り、下月康家が命をかけて繋げた半次への火の鳥とも繋がる。この半次への火の鳥は2羽でした。そして1048話で考えた火炎太鼓には2匹の竜と2羽の鳳凰が描かれていますから、火炎太鼓とも繋がりそうです。さらにカルラの別名ガルーダといえば、3児の父親で槍使いジャッジの異名がガルーダでした。生命を冒涜する科学者槍使いジャッジがガルーダなら、死を恐れぬ信念を持つ一本の槍ルフィがカルラ。そしてカルラのもう一つの別名錦糸町の姿は映画ストロングワールドに登場したライチョウビリーにそっくりです。こちらの動画では映画ストロングワールドはワノ国編を先取りしていると考え、その考えはここまで合致しています。さらに310話の扉にはピンクの竜、桃之助の姿が先取りして描かれていましたが、ルフィの着物には錦糸町。さらに竜王を教えてくれた兵五郎の着物にも錦糸町。若い頃の兵五郎は不動明王にそっくりでしたが、その兵五郎がルフィを明王だと言っていました。
そしてもちろん、光月家の家紋も鳥です。こうした太陽の鳥が人々を導くという神話は、インド、中国、エジプト、中東、日本でも伝えられています。日本における太陽の鳥はヤタガラスでしょう。ヤタガラスのマークは光月家の家紋にも似ています。以上のような様々なつながりを考えると、カイドウを倒せるのはバジュラングガンではなく不動明王の炎である竜を食えるカルラ、火の鳥の技かもしれません。バジュラングガンのルフィはまさにポケモンの豪華ザルですから、その次はバシャーモになるかもしれません。それはレッドロックやロックガンの進化版の技でしょうか。その技がもしも登場するなら1050話でしょうか。そして1050話は例によって50話と150話につながるでしょう。50話には鷹の目のミホークが登場しており、扉絵はニカではなくカニの攻撃です。さらに150話にはスノーバードが登場しています。ミホークとスノーバードはどちらも鳥ですから、ワノ国の大鳥はルフィの大鳥技、火の鳥の技かもしれません。考察は当たるも八卦、当たらぬも雷鳴八卦ですのでご容赦ください。本編の考察は以上です。続いてはいつものように次号1049話の展開を話数の語呂合わせから考えていきましょう。次号1049話は1ヶ月前1045話の時点で予告したように数多くの語呂合わせが成立するポイントになる回です。まずは1ヶ月前に考えた1049話の語呂合わせ予想を振り返りましょう。こちらです。そしてここからはさらに先の話数の語呂合わせ予想もしてみましょう。この流れでいけば次のポイントは1049話だと考えます。なぜなら1049話の話数の語呂合わせ予想は重欲です。重欲豪を制す。その言葉の意味は、柔軟性のあるものがそのしなやかさによって強いものを押さえつけるという意味です。軟体のゴム人間ニカルフィが硬いカイドウを倒す回でしょうか。しかも1049話は49話と149話の2つとつながるでしょう。まず49話のタイトルは嵐です。 D は必ず嵐を呼ぶ。さらに149話のタイトルはランブル。ランブルとは轟くという意味です。この149話で人の実チョッパーはランブルボールで変形をしています。このこととリンクして1049話ではニカルフィが変形する可能性があるでしょう。そしてニカルフィは太陽の神ですから、やはり炎を使う。炎と嵐と覇王色の覇気の雷鳴が轟く。それがカイドウを倒す必殺の一撃でしょうか。このように1049話こそがポイントになる回だと考えました。さらに1049話の話数の語呂合わせ予想2つ目は0を前につけて落とす9つ。落とす9つというのはどうでしょうか。光月時の歌9つの影を落としが語呂合わせで成立するのは次の1049話しかありません。光月時の歌が実現するのか、あるいは歌の秘密が明かされるかもしれません。1049話の話数の語呂合わせ予想3つ目は天式。天式というのはどうでしょうか。天式とは小田先生が好きな落語です。1048話では同じく小田先生が好きだという落語火炎太鼓が登場しましたから、次は天式が1049話に登場してもおかしくはないでしょう。ただし天式とはおならのことです。天式の簡単なあらすじは、お坊さんが医者に天式はありますかと聞かれたが、お坊さんは天式が何なのかわからなかった。そこで寺の坊主に尋ねると、坊主は杯のことだと嘘をつく。それを信じたお坊さんはおならのことを杯だと勘違いして、いろんなところでいい天式があると言い恥をかいてしまうというお話です。つまり天式イコールおならではありますが、天式イコール杯でも成立するので、1049話でルフィはもしかしたら杯を交わしたエースを思い出すかもしれません。エースは海賊の高みで待っていると言っていました。カイドウとの戦いはまさに海賊の高みですから、ルフィはカイドウとの激突でエースを思い出しそうです。1049話の話数の語呂合わせ予想4つ目は自由主義。自由主義というのはどうでしょうか。カイドウに対して誰かが自由を叫びそうです。1049話の話数の語呂合わせ予想5つ目は定食。定食というのはどうでしょうか。カイドウの炎に触れると溶けると言いますが、1049話でルフィはカイドウに押されて炎に触れてしまい、腕が溶けてしまうかもしれません。しかし万が一ルフィの腕が溶けても、ルフィはゴムの木の天然樹脂の幻獣だと考えていますから、腕が溶けても天然の樹脂なら復活できる。
以上です。皆さんはどう思われましたか？ご意見や考察してほしい謎があればコメント欄までよろしくお願いします。ありがとうございました。チャンネル登録やコメントよろしくお願いします。